皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は東京杉並区にやってまいりました。で、今年は辰年ということで、年始めには、龍にまつわるね、龍にゆかりのある神社やパワースポットいろいろ訪れたいなと意気込んでおりましたけれども、今日ご紹介する神社はですね、もう本当にもう龍に非常にゆかりがありまして、龍神様のパワーをねすごく授かれる、そういった神社になります。杉並区に鎮座します馬橋稲荷神社という神社です。こちらにはですね、都内でも、日本でもですね大変珍しい鳥居がある。それがね非常に龍にまつわるものだということでね、ぜひともこの辰年の今年お参りしたいと思っておりました。やっとね今日来れたんですけれども、さあそんなね珍しい鳥居ってねどんな鳥居なんでしょうか。またね境内にはいろいろ注目スポットもありますので、そういった場所も詳しくご紹介しながら馬橋稲荷神社参拝させていただきたいと思います。阿佐ヶ谷の駅からは歩いて9分ほどのところ、住宅街の中にですね、はい、こちら神社がね鎮座しているんですよね。赤くて大きな鳥居が見えてきました。はい、馬橋稲荷神社、ご祭神は宇賀の御霊の御事、あと大的の図の神、御嶽神社の神様ですね。あと菅原道真公とか、水葉の目の神様、あとイザナミの御事などもね、境内社で祀られています。こちらには馬橋お囃子連の提灯、そうなんですよね。なんか今週末ですね、馬橋稲荷神社は、例大祭があるようですので、神社の境内もねその準備をされていますね。はい、それではこの赤い大きな鳥居をくぐって境内の方に進んでまいります。それでは失礼いたします。1の鳥居をくぐってすぐに2の鳥居があるんですけれども、はい、この馬橋稲荷神社の1つ目の注目スポットがこちらの双龍鳥居になります。このように鳥居に龍が巻きついているというとっても珍しい鳥居なんですよね。実は都内に3カ所しかない鳥居で、一つは品川神社で、もう一つはこのすぐお近くの高円寺のお寺の中の鳥居、これも珍しいですよね。そしてこちら馬橋稲荷神社の双龍鳥居、この3つが、大変珍しい双龍鳥居ということで東京三鳥居と言われているんです。で非常にですね開運のご利益があるということで、こちらのですね双龍鳥居をね皆さん触ってお願い事をされていくんですよね。でこの双龍鳥居の意味としてはですね、龍神様というのは水を司る神様、結局自然の中の水の流れを表しているんですよね。雲となって水が立ち上っていきまして、そして天から雨を降らせるという下り龍につながるということで、お願い事の意味としてはですね、こちらから、天にお願いを向けて祈りまして、そしてね願いっぱなし祈りっぱなしではダメなんですよ。実はですねそうやってお恵みを受けたら今度はですね自分が恵みを授けて、
行く方というね、そういう立場にならなければならないということで、お願いをして、そしてこちらには、これから私も恵みを与えることもできますというね、そういった気持ちで、ご祈願するのがいいということなんです。上り竜は願い事を天に届け、下り竜は天からのご神徳を授けてくださるものと言われていますが、自分自身が恵みを授ける側になりなさいというさらに深い意味があったのですね。下り竜の方からもしっかりその教えを受け取ってまいりました。かつてご神殿の先に流れていた桃園川を参道に再現した小さなせせらぎ、水音が心地よく辺りに響き渡ります。それではこの桃園橋を渡って参道を進んでまいります。参道の両側には赤い灯籠が並んでいてとっても綺麗ですよね。今例大祭のねご準備が進められているところにちょっとねお邪魔しております。こちらにも赤い橋がありますね。こちらはみそぎ橋となっていますね。この橋を渡ることで少しずつ、清められていくというところでしょうか。そして、狛犬様ではなくお狐様がお迎えしてくださっています。そして三の鳥、こちらは普通の明神鳥居になってますね。青もみじがねまだ綺麗な時期ですよね。そして例大祭の準備で赤いテントが並んでいますね。結構盛大なお祭りが行われそうですね。そしてこちらが手水舎になります。すごく立派。水の流れる音が聞こえてますけれども、素敵。大きな自然の岩、そこに竜がねいまして、竜から水が流れてきています。でこちらには随神門がありますね。ここもとっても綺麗な朱色で、素敵な随神門ですね。そしてこの随神門も第2の注目スポットになります。このね随神門の上にあります大きなこちら見てください。鈴なんですが大きいですよね。金色でとっても綺麗。直径はね75センチあるそうです。そしてですね、鳴らせる鈴としては都内最大級ということで、今はですね鳴らせないようになっているんですが、年に1回だけ1月の4日だけこの鈴鳴らせるそうなんですよね。都内で一番大きい鈴、ちょっとね鳴らしてみたいですよね。すごい開運の鈴って言われているんだそうです。どんな音がするんだろう。それでは随神門をくぐりまして、
御社殿が正面に見えております。失礼いたします。馬橋稲荷神社の創建ははっきりとは分かっていませんが、旧馬橋村の鎮守で鎌倉時代末期の創建と言われています。神社は河川にせり出した台地の上に鎮座し、農耕の神である稲荷神社は村人から厚く崇敬されてきました。馬橋という地名は江戸時代の合戦で軍勢が桃園川の湿地帯を渡る際、馬を橋代わりにして渡ったという説が有力とされています。三つ鳥居のような美しい朱色の御神門をくぐり、御社殿前へ。手前の拝殿は総ヒノキ造りの銅板葺き流れ造り。奥の本殿は江戸時代に建立されたもので、平成26年には大井殿も建立されました。拝殿には3つの鈴が吊るされています。ところどころ金の装飾が施され、華やかさもありますね。御祭神は武家の御霊の神、大的の頭の神。商売繁盛や開運承福、五穀豊穣、家内安全、災難よけ、良縁成就など、ご利益は多岐にわたります。拝殿の上部には稲荷宮を中心に天満宮、御嶽宮の豪華な額もかけられていました。御社殿前に置かれているのは勾玉、御霊の冬。神様の力を頂戴するお御霊石です。ピカピカでまだ新しい感じがしました。さて、御社殿の左側の方なんですけれども、いろいろ境内社が祀られている中で、こちら馬橋稲荷神社の3つ目の注目スポットご紹介します。それがですね、こちらのお小さなお稲荷様なんですけれども、ご覧ください。鉄腕アトムが奉納されていますよね。実はですね、こちらはアニメ稲荷大明神って上りが立っていますよね。アニメ稲荷神社になるんですけれども、なぜアニメなのか、そしてなぜね、鉄腕アトムなのかと言いますと、実はですね、もともとこちらはですね、高田馬場にあった手塚治虫さんの事務所が入っていたビルの屋上に祀られていたお稲荷さんなんだそうです。そのビルが取り壊されるということになって、そしてね、屋上のお稲荷様だけこちらに移されてきたということなんですよね。で、これ7軒ってあるんですけれども、当時高田馬場で、7軒の皆様が、このお稲荷様をお守りになっていらっしゃったということから、こちらでは7軒アニメ稲荷大明神というふうになりまして、実はですね、これあまり知られていない、神社のホームページにもね、書かれていないんですけれども、今神社の方のお話をお伺いしまして、実はそういった、手塚治虫さんのゆかりの稲荷様ということになります。ちなみにアニメというのは当て字なのだそうです。アニメ業界の方、アニメファンの方の聖地になりそうですね。最後に授与所に立ち寄りました。願い事を書いた紙を狐の中に入れて奉納できる願掛け狐。持ち帰って神棚に飾るのも良いそうです。こちらにはこの馬橋稲荷神社ならではのお守りがあります。紫根のお守り。古来日本では魂には荒御霊、右御霊、櫛御霊、先御霊の4つの姿があると考えられてきました。
荒々しく躍動的な激しい姿、優しく慈悲に満ちた和やかな姿、なぜと思える不思議な事象や巡り合わせ、花が咲くがごとく光り輝く晴れの姿、その心の方向をしっかり示してくれるお守りです。はい、馬橋稲荷神社いかがでしたでしょうか。大変珍しい龍の鳥居、双龍鳥居を拝見することができました。そしてね、神社の方からもお話をお伺いしましたけれども、やはり登っていく龍もあれば下ってくる龍もある、それは水の流れでもあり、あと人の気持ちも、そうありたいということで、やはり恵みを与えられたら今度は恵みを与える側にもなる、そういう気持ちをね持つということが大切だということも学ぶことができました。辰年の今年、またね大変珍しい双龍鳥居をね見てみたいなという方、またねアニメの手塚治虫さんの聖地ともなり得るような、そんなね素敵な稲荷神社もありましたので、こちら杉並区の馬橋稲荷神社、機会がありましたらぜひ参拝なさってみてください。阿佐ヶ谷駅の北側へと移動し、行ってみたかったジェラート屋さんへ。ジェラテリアシンチェリータ、とっても有名で人気のお店なんです。旬の果物を使ったソルベや新鮮なミルクを使ったジェラートをいただくことができます。職人さんたちが日々手作りしている本格的なジェラートで、国際コンテストでは3位になったこともあるんだそうです。私はいろんな味を試したかったので3つのフレーバーのトリオにしました。一番人気のメルノア、フレッシュミルク、そしてピスタチオ。一番人気のメルノアというのは森の蜂蜜とローストしたくるみが入っています。それではいただきます。まずはそのメルノアから。フレッシュなミルクがさっぱりしていて、そこに香ばしいローストしたくるみの歯ごたえが良い感じです。蜂蜜のコクのある甘さでとっても美味しいです。ナッツ系が大好きなのですごく好きな味。自然の素材にこだわっているのがわかるとっても優しいジェラート。大人気なのもわかります。家族へのお土産も持ち帰り、いろんなフレーバーを楽しみました。どれも美味しかったです。季節によってフレーバーも変わるので、また違う季節に訪れたいです。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。